材料の確認です。羊毛が9色、ベース、カタツムリのベースが1つ、葉っぱのフェルトが1枚、ワイヤーが1本、ビーズが2つ、画鋲が1本入っています。ご確認ください。ご自分で用意していただくものはこちらです。こちらのかわいいカタツムリを作っていきましょう。それでは羊毛のカタツムリを作っていきましょう。こちらのベースをまずは整えていきたいと思います。羊毛フェルトはこちらのニードル針という針を使って羊毛をつつき固めていくことができます。いろんな形にできます。こちらのキットではこのようなベースが入っていますので、こちらに色をつけて羊毛のマスコットを完成させていく形になります。今回はこちらのカタツムリのベースを使って作っていきましょう。まずベースに少しニードル針を刺してみましょう。刺したところが少しへこんで形が整っていくと思います。ちょっといびつかなという部分に針を刺してください。こちらも刺してみましょう。針がとても鋭くなっていますので刺さないように気をつけてください。ふわふわとしたところも少しずつ刺して整えてみましょう。初めてニードル針を使う方はこのベースをつついていくことで少しニードル針に慣れてください。カタツムリのこの丸い部分が角張っているところをつつくと丸くなります。それでは薄橙色の羊毛をカタツムリの殻ではないこの体の部分につけていきたいと思います。薄橙色の羊毛をこのように薄く広げてみましょう。薄く広げ重ねてみましょう。そのままつけるのではなく薄くこのように広げてからつけていくとムラがなくつきます。少し薄い時はこれを半分に折りたたんだりしながらまずこのような形にしてこの体の部分につけていきたいと思います。この後ろにこのように当て針で粗くまず留めていってみましょう。粗くこちらのベースにくっついたらここを貼りながら体の部分を包み込むようにしてニードル針で刺して固定してください。裏側もやってみましょう。今貼りながらつついたところがこんな感じで、こちらはまだつついていません。こちらもこのように貼りながら包み込むようにしてこの部分を刺していきましょう。このような感じです。この辺の薄いところにはまたこの羊毛を薄く取りここにこのように当て巻きつけるようにして留めていきましょう。このような感じに薄橙色の
体のベースができました。この部分が今できたところです。それでは次に模様をつけていきましょう。模様ですけれども、濃いピンクのここの色からまずつけていきたいと思います。模様は好きな色でつけていただいたらいいんですけれども、一応つけ方としてこちらの濃いピンクのところをつけていきたいと思います。濃いピンクの羊毛をこのように少し寄ってみてください。そうすると少し固まってこのような感じになるんですけれども、これを模様をつけたい部分に縁をまず刺します。そしてこれが一番ベースになる形の渦巻きになりますので、渦巻きになるようにこのベースに刺していってください。その時に下に突き抜けるほど刺してしまうとこちらから色が出てしまいますので、このベースの半分ぐらいの厚みのところまでを刺すようにしてください。渦巻き模様をこちらとはまたちょっと違った感じになってしまいますが、思いのままに渦巻き模様をつけてみてください。渦巻き模様を好きなところまでつなげていきます。今こちらからこのようにのの字の反対のような感じに刺しています。また足りなくなったらこれを寄っていただき、今度はこちらにつなげるのでちょっとこう寄ったものの太い方をこちらのところに当ててつながるようにしたいと思います。こちらから少し重ねて渦巻きを反対側にもつながるようにいってみようかなと思います。少しこのような感じに今つなげていこうかなと思っています。細く始まって太く終わる、そして最後のところはまた細くなるというような感じに、今このように赤いピンク色のこの濃いピンク色の模様をつけてみました。こちらはちょうどここで終わったのでここで終わりにしておきたいと思います。次に別の色の羊毛で渦巻きをまた作っていきましょう。次は黄色にしてみたいと思います。黄色の羊毛をこのように寄っていただき、今度は、ここの赤の隣に入れてみようかなと思います。こちらの見本のことはちょっと違う模様になっていますが、好きな形の渦巻きに隙間を埋めていくように入れるといいと思います。この今空いている白いところにこの黄色をこのように埋めていきたいと思います。羊毛はこの針を刺したところに入っていきますので、ここが太くなっていてもこの刺す場所をこの中にすればこの上には重なりません。なのでこのように少しずつ入れていってください。このような感
感じになっています。好きな模様をどんどん作っていってください。ベースがありますので、カタツムリの殻の形にはなります。今こんな感じになっています。皆さんもお好きな形になるように整えながらいってみましょう。この隙間、色と色の境目をこのようにはっきりと刺していくと区切れがきれいになります。ここが混じってしまうのではなく、色と色の境目はくっきりと分かれるように継ぎ目を刺していくと可愛くなります。そしてここが今白が少し残っているんですけれども、ここにも別の色を入れて模様をもっと華やかにすることができます。それでは、水色を入れていこうかなと思います。水色の羊毛をこの隙間に入れていきます。今こちらの隙間はとても狭いので、こう寄った時に細くなっている方をこちらに使いたいと思います。細くなっているところをここに刺して渦巻きの形の模様を複雑にしていきたいと思います。このようにこの隙間にこの水色がまたつながっていくようにかわいいカタツムリにしていきたいと思います。今このような感じになっています。あとこちら側も同じように渦巻きを作っていってみましょう。皆さんもお好きな色でかわいい渦巻きを作ってみてください。このような渦巻きにできました。カタツムリの模様をつけるポイントは、まず1本好きな渦巻きを作り、その隣に他の色で渦巻きを埋めていく。あと空いた隙間には少し差し色を刺してみるという感じにするととっても可愛く出ると思います。形を少し整えて座りがいいように整えてみましょう。この辺りが少しまっすぐになっていった方が座りが良くなりますので、一旦こんな感じにカタツムリが立つことを確認してください。あと貝がいびつな形になっていたら少し整えてみましょう。それではカタツムリに顔をつけていきましょう。このようなお顔になります。この部分に目をまずつけていきたいと思います。目は黒い羊毛をほんの少しだけ取り、しっかりと固めた丸いものを作り、ここに置いてみましょう。置いた目に近い場所にこのまま刺していきます。
うに刺してみてください。もう一つの目も作っていきましょう。目は本当に少しだけで丸めていただき、この隣になるように刺していきます。同じ大きさになるまでと入れ込んでみましょう。頭もちょっと整えてみましょう。この時に手を刺さないように気をつけながらやってください。こんな感じです。そしたらこちらに、ほっぺたをつけていきたいと思います。ほっぺたはピンク色の薄い方のピンク色を使ってつけていきます。こちらもほんの少しを丸く、このように丸くしたものをほっぺたのつけたい場所に置き、出していきましょう。こちらは先ほどの目よりもちょっとふんわりした感じで、差し込みすぎずふんわりしていてもいいと思います。こちらにもつけていきましょう。ここのほっぺたがつくととっても可愛くなりますので、このほっぺたは忘れずにつけてください。こんな感じになりました。そしたら次にカタツムリの目をこのようにワイヤーでつけていきたいと思います。カタツムリの目は針金が入っていますので、針金をワイヤーで半分にカットしてください。だいたいでいいです。半分にカットしたら木工用ボンドを少しつけ、角にしたいところにこのように、ワイヤーをねじりながら刺していきます。もう一本もボンドをつけ刺してください。クリクリとワイヤーをねじりながら刺しています。このような感じになっています。そしたらそのワイヤーの先の方にもう一度ボンドをつけ、こちらにボンドを今つけました。そこにつけたところにビーズをはめていきます。ビーズが落ちないように、よいしょ、このようにはめていきます。こんな感じになっています。そしてちょっとお顔を整えていきましょう。ふわふわっとした部分を少しつついて、ここも首がちょっと短くなってしまったのでつついていきたいと思います。羊毛はちょっとこのように形を指で整えることもできますので、ここをもう少し立たせたいなと思うので、ここを刺していきましょう。この状態でこの辺りを刺していくと少し上向きになるかなと思います。あ
とは形を整えていきましょう。目をもう少し丸くしようかな。目がこんな感じになったら、こっちにはついていませんでしたが、ちょっと口をつけてみようかと思います。ピンクのここに使ったピンク色の羊毛でちょっとお口をつけてみようと思います。少しだけ取り、このように入れることでお口もつきます。口がちょっと赤くなると女の子っぽくなりますね。それでは表面をカットしていきます。表面に出ている刺しきれなかった羊毛をこのようにカットすることで、すっきりとしたカタツムリになります。表面に出ている羊毛をこのように、作品に沿わせながらこのようにカットするととってもすっきりしますので、これはおすすめです。気をつけながら表面の羊毛をこのようにカットしてみてください。とってもすっきりしたカタツムリができました。それではカタツムリを乗せる葉っぱを作っていきたいと思います。こんな感じにカタツムリを乗せることができます。葉っぱの好きな向きに葉っぱを決め、こちらに水玉をつけていきたいと思います。緑色と水色を使ってつけていきます。緑色の羊毛をこのぐらい丸めて取り、葉っぱの上の雫にしたいところにこのように雫をつけますので置いてみてください。フェルトの上に少しぷっくりとした緑色と水色の雫をつけます。こんな感じになっています。水色も作ってみましょう。水色も丸めてこの辺りに置き、ここで丸くしながらこのように刺してもいいと思います。好きな大きさになるように刺し、ちょっと上に出ている状態になっています。こちらに光をキラッと光る光を白い羊毛でつけます。本当にちっちゃくして丸めた羊毛を、白の羊毛をこちらに置いて、水玉のキラッと光る部分をちょけていきます。少し真ん中をずらしたあたりにこのようにつけてください。とっても可愛く雫が光っている感じが出ます。そしてカタツムリをここに置いて、こんな感じになります。カタツムリですけれども、こちらに、転んでしまいますので、
この裏側に画鋲が入っていますので、画鋲をこのように刺しておくと固定します。一番下に来る部分に画鋲を安定するところに刺して置いてみてください。カタツムリくんの完成です。カタツムリの葉っぱの方に画鋲を刺しても安定します。こちらの方がいいかもしれないです。画鋲を葉っぱの裏に貼り、その上にカタツムリをこのように置いてみてください。こちらの方が安定します。